こんにちは、カイモでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょー。何やら空輸で送られてきた謎の箱っていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。謎の箱。っていうことでね、久しぶりの人気コーナー、海鮮ボックスシリーズ。今回スペシャルなやつ買っちゃいました。魚木水産というところで購入させていただきました。で、今回のこの海鮮ボックスがですね、深海魚ボックスということになっております。深海っていうのは、明確な定義はないんですけど、一般的には200メートル以下の海域帯のことを示すらしいですね。で、深海には光合成に必要な太陽光が届かないため、表層とは環境や生態系が大きく異なります。なので深海にはまだまだ未知な世界がいっぱい。もしかしたら海底人っていうのがいるのかもしれないですしね。もうそういうことを考えると深海っていうのはロマンですよね。というわけで今日はこちら深海ボックス開けていきたいと思います。美味しい深海魚なんでね、何が入ってんだろう。もしかしたら化け物みたいなやつが入ってるのかもしれんし、めちゃくちゃ美味しいのが入ってるかもしれんしね。やっぱりこの海鮮ボックスっていうのはワクワクしますね。じゃあすいません、失礼します。はい。貝のがおるね。貝のと黒いのが入ってます。空輸だけあってしっかりしてます。昨日市場で上がったやつらしいんで、鮮度は抜群。見ていきましょう。では、まず1匹目。うわ、これめちゃくちゃ素晴らしいじゃん。やば。こんなん食べれるの？じゃーん。黒ムツですね。めちゃくちゃ物がいいよ、これ。すげえ。ノドグロって皆さんよく聞きますよね。ノドグロっていうのは赤ムツってお魚です。でもこの黒ムツっていうのも、それの黒いバージョンだと思ってください。この黒ムツもめちゃくちゃうまいんですよ。赤ムツと比べて結構大きく育つよっていうお魚ですね。牙も鋭いです。この牙痛いですよ。もうこれ1匹だけでもね、もう動画としては十分ぐらいのお魚ですけど、ほんで、あと1匹入ってますね。うわー、これか。マジでやべえのが出てきたし。じゃーん。こちら。目抜けですね。超高級魚です。深海釣りで狙いに行く釣り船もたくさんあります。そのぐらい価値のあるお魚ですね。しかもやっぱ鮮度がめちゃくちゃいいのね。というわけで今日はこちらの黒ムツと目抜けを使って何か料理を作っていきたいと思います。ちょっと考えます。今お腹いっぱいなんで明日食べたいと思うんですけど、めっちゃテンション上がっとる。こういういい魚見るとね、ちょっとセンチが測りたくなる。自分で釣ったわけじゃないけど。目抜けが、尻尾の曲がり具合も考慮して65ですね。黒ムツが63ですね。そしたら、まず鱗と内臓だけ出しちゃいましょうかね。頭は取っちゃいます。うわ、こう鮮度がいいから、まだこのぬめりが出てきますね。氷締めで2日って感じの鮮度感ですね。で、早めにこうやってね、鱗はどっちでもいいんですけど、こんだけ鮮度のいい魚は、内臓だけ取っちゃって、で、水気もしっかり取れば、この冷蔵庫で1週間平気で持ちますからね。いい魚は持つんですよ。この魚は熟成させてもうまいですよ。かなり育つ魚かなと思います。カマの顎から落として、内臓を取ります。よっと。おお、油もあっていいですね。ほら。内臓が綺麗だな。新しいな。魚はね、内臓見りゃ鮮度一発でわかるんでね。内臓は嘘つきませんからね。でも頭落としちゃいます。はい、頭取れました。こういう風にドレス状にしちゃえばとっても扱いやすいですね。ほら、この深海魚特有のお腹が真っ黒。深海魚ってなんでこうやってお腹とか喉が黒い魚が多いかと言いますと、これは深海で発光する生物を捕食した時に、捕食した光る生物がお腹に透けないため、黒いカーテンみたいな感じの役割なんですって。深海にはね、光を放つ生物って結構いますんで、それを食べても周りにバレないようにこうやって黒い膜で覆われてることが多いんですって。本当にね、深海ってめちゃくちゃ奥が深いですよね。結構寝る前とかにね、こういうこと考えませんか？深海のこととか、あと宇宙のこととか、あと死んだらどこに行くんだとかね、神はいるのかとか、あと新500円玉自販機で使えないのも、あれも何なんでしょうね。いいや。何これ、アニサキスですか？違うな。でも寄生虫だな、これ。これはもしかして大発見かもしれんよ。この鼻水みたいな。アニサキスよりもでかいし、ブリセンチュよりはちょっと細め。なんだけど、なんかネバネバしてるし、動いてるんですよ。軽く。ほら。こういう虫もいるということですね。虫も近寄るいい魚ってことです。はい。なので、こうやって、お腹をきれいにしていきます。はい。こんな感じですね。そしたら、もうヒレ。これ切っちゃいます。
し、まあこんなもんでしょう。さあ、お次は黒ムツちゃんですね。黒ムツも同じように鱗を取っていきます。黒ムツも鱗バッチバチですね。いいんですよ。鱗がしっかりついてる魚っていうのは鮮度抜群ってことなんでね。はい、そしたらこちらもカマから落として頭を落とします。で、お腹を割って内臓を外して、はい、そしたらこのように2匹ともドレス状になりましたら、明日さばいて食べたいと思います。じゃあ明日に移動。はい、では1日経過しました。ほいでね、海鮮ボックスの中にもう1匹入れる予定だったんですけど、これ入らなかったよってことで、別でもう1匹送られてきました。これわかりますかね？この魚の名前分かったらお魚博士ですよ。顔が紅葉顔。で、ボディが黒くてずんぐりむっくりしてて、見るからに脂の乗ってそうなお魚。こちらのお魚の名前がアブラボウズという名前のお魚です。たまに僕の動画でも出ますよね。脂が乗っててうまい魚なんですよ。そして今日の料理を発表したいと思います。整えました。こちらのアブラボウズを使ってアブラボウズのステーキ、そしてこのメヌケと黒ムツで2品盛り、こちらを作っていきたいと思います。じゃあまずアブラボウズ、鱗も頭も内臓も全部ついてますので取っていきます。うらー、おでー。ではまず鱗取っていきます。はい、このように綺麗に鱗取れました。ちなみにこのアブラボウズってお魚は販売禁止のアブラソコムツとかバラムツとかに姿とかはちょっと似てるんですけど、油の質が全く異なるんで、アブラボウズはもうよっぽど食べ過ぎない限り食用としては問題ないです。なので普通に流通もしております。さあ、では頭を落としていきます。カマから1本で、アブラボウズは本当に柔らかいお魚なんですよね。もう調子よかったら100均包丁でもさばけるんじゃないかなと思いますよ。ほら、もうめちゃくちゃ柔らかいんですよ。この深海の脂乗ってる魚特有の柔らかさ。骨が骨じゃないぐらい。うわ、脂すごいな。ほら、もう大トロですよね。この身の感じ。これ刺身もうまいんだけど、熱通してもうまいんですよ。本当に何しても美味しいお魚。うわ、いっぱいアニサキスがおる。ちょっと遠目で映しておきますね。グロ注意なんで、この点々全部アニサキスです。アニサキスがつくお魚は美味しいお魚ってことなんですよ。で、ここにちょんとついてるのが、これが卵ですかね。まだ未熟なんですね。で、血綿をかきます。さあ、じゃあ切っていきます。アブラボウズステーキにする場合は、三枚おろしもいいんですけど、三枚おろしだとね、崩れやすいような気がするんですよ。なんで、ぶつ切りが一番いいかなと思います。骨が柔らかいんで、ぶつ切りしやすいです。はい、これがカマですね。すげえでけえ。この身の色、美しいですね。そしたらこの1ブロックはご近所さんに分けますか。これご近所さん行きで、ここら辺を1つ取って今日ステーキにしましょう。本当にあんま食べ過ぎも良くないんですよ。かなり脂が強いんで胃もたれしちゃうんですよね。これでもちょっと多いぐらいですけど、今日は贅沢にこれ焼いていきましょうか。よし、じゃあ向こうのメインキッチンに行きたいと思います。さあ、じゃあ黒ムツからさばいていきましょうか。まあ今日はお刺身、片身だけで十分ですね。かなり大きいんでね。うわー、いいムツだな。血も回ってなさそうですね。このね、真っ黒のボディなんですけど、すごく綺麗なんですよ。ほら、この真っ白で脂が乗ってますね。残り片身はお家で食べようっと。次、メヌケ。僕の大好きな魚ね。こいつも何しても美味しいよな。これは何だろう、多分三光メヌケなのかな。まあ、メヌケにもね、いろいろ種類がありますんでね。まあでも全体的にメヌケはやっぱり高値で取引されてますね。メヌケってどの時期にどういう個体食べてもなんかうまい気がする。それ脂の乗ってるやつはすごい乗ってるんですけど、そこまでなんか外れがない魚っていうイメージですね。メヌケもすごく綺麗ですね。片身は煮付けにしよう。そしたらお刺身なので、まずはカマを外します。腹骨をすいていく。で、ここから血合い骨が入ってますんで、血合い骨をカット。半分に割っていきます。まあ多分お節1本で余裕で足りちゃいますね。で、次、ムツですね。腹骨をすいて、こちらもここに血合い骨が入ってますんで、血合い骨をカット。黒ムツもお節1本でいいでしょう。はい、このようにすっきりしましたね。もうこの形に持っていければ、あとは料理するだけ。じゃあお刺身から作っていきます。で、黒ムツもメヌケもこの皮目がうまい魚なんで、今日は両方とも湯引きにします。
で、この目抜けだけ、ここのラインにどうしても鱗かきだと取れない鱗が入ってるんですよ。この埋め込み式というかね、こう、なんだろうな、食い込んでる鱗があるんですよね。これは取っていきたいんです。これですね。この鱗。この食い込んでるんで、これを取っていくと。ざっくりと取って、あとは湯引きした時に、この皮がキュッとなって取りやすくなりますんで、その時に外しちゃいます。ざっくりとこの状態で取っていくと。そしたら熱湯をさーっとかけていきます。はい、そしたら氷水にポチョンポチョンと。はい、粗熱が取れたら出します。で、水気をしっかり落としていく。ほら、こうすると、ここにこうやって鱗が浮き上がってきますんで、こうすると取れやすいですね。で、指で触って鱗があるところをこうやって取っていきます。はい、取れました。よし、そしたら切っていきます。こんな感じに。はい、目抜けも切っていきます。はい、切り終わりました。そしたら盛り付けていきます。今日は赤いお皿にペタペタと盛り付けていきます。ちょっと足りませんでしたね。追加で切ります。はい、こんな感じ。そしたら反対側も同じように盛り付けていきます。はい、こんな感じですね。そしたら、今日はちょっとブルジョワな感じで、金箔をかけちゃいましょう。はい、これで黒ムツと目抜けのお刺身の完成。まずは油坊主に塩、そして胡椒。反対向けて、塩、そして胡椒。そしたらフライパンに火をつけます。そしたら油を引かずに、油坊主さんをフライパンにジューッ。ほら、油がすごい出てきましたね。うわ、めっちゃいい匂い。じっくり焼いていきます。これ見てください。これ全部油坊主から出た油。じゃ裏返します。裏返すときはこれで反転させて OK。 裏側もじっくり焼いていきます。あっちゃはい、焼けました。油坊主は柔らかいからね、崩れないように。おー、マジで上手に焼けたじゃん。以前も一回油坊主のステーキ作ったことあるんですけど、ちょっとね、醤油ベースのタレだとくどかったんで、今日は大根おろしと大葉、そしてポン酢をたっぷりとかけて、夏らしくきゅうりの雌花もちょっと添えたら、はい、こちら油坊主のステーキの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずこちらが目抜けと黒ムツのお刺身。今日は湯引きですね。で、こちらが後瓶できた油坊主のステーキ。今日はおろしポン酢でいただきます。まずはちょっとあったかいうちにステーキいきますか。もう全身油なんで、もうこの背中のところだって油だらけなんですよ。ここいきますか。見とってくださいね。この柔らかさに注目ですよ。いきます。これ分かります？豆腐のように箸が通っていくんですよ。なんでこうやって輪切りじゃないとなかなかステーキとしては難しいんですよ。崩れちゃって。今日上手にできましたね。大根おろしも添えて、こちらいただきます。うんまっ。ちょっと待って、これマジでうまい。わ、これね、油坊主の正解の食べ方かもしれん。今まで食べた油坊主料理の中で僕一番好きかも。おろしとこのね、あとしそ、これめっちゃ大事ですね。
この油がさっぱりいただける。めちゃくちゃうまいんだけど、これやばいわ。オロポン最強。サラダ油とか使わないで、もう油坊主だけの油で焼いたんで、適度にこの油が抜けていい感じですね。うまっ。やべ、めっちゃうまいこれ。次、お刺身いきましょう。まずは黒ムツいきますか。お醤油にちょっとつけていただきます。あ、うまい。油すごい乗ってるんですよ。でも、のどぐろほどこの油してない。すっきり系の美味しい油が乗ってる感じですね。で、やっぱね、皮付きがうまいわ。皮のこのチュルコリ感がたまりませんね。うまい。黒ムツうまいな。お次、目抜け。ちょっとお刺身が大きかったかな。いただきます。おお、こっちは噛めば噛むほど甘みが出てくる、そんな白身ですね。で、身はふわっとしてて、この皮ですよね。この皮のコリコリ感がいいんだな。目抜けは炙りより俺湯引きの方が好きなんですよね。このコリコリ感をつけたいんですよ。身のふわふわ感、そして皮のコリコリ感、口の中でこうメリハリがついてとってもうまいです。はい、というわけで今日はこちらの油坊主と黒ムツ目抜けのお刺身ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、ギノのやつ。今日はフリーでお送りさせていただきますよ。この深海魚の脂たっぷりの魚にも合うんだよな。こちら7対3ですね。今日は泡がふわふわめ。いただきます。深海の恵みありがとう。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は深海魚ボックスから出てきた深海魚をさばいて食べてみましたけども、いや、どれもうまかったですね。特にね、油坊主のステーキは絶品でしたね。マジでうまかった。あれまた作りたいな。あれはやっぱ油がめちゃくちゃ乗った魚じゃないとあの味は出ないと思うんですね。さっぱりしてうまかったな。で、黒ムツも目抜けもうまい。まあそれはあの魚はうまいからな。今日は大当たりの海鮮ボックスでしたね。で、今日は深海魚さばいてみたんですけども、深海魚とか海の生物がたくさん出てくるゲームのご紹介でございます。ミスティックアビス異質海域というゲームがリリースされております。なので今日はそちらの紹介をしていきたいと思います。どんなゲームかと言いますと、海洋終末世界を舞台にしたオープンワールドサバイバル RPG です。今までのサバイバルゲームだと陸地がメインのものが多かったんですけど、このミスティックアビスは海をメインとしたゲームになってるみたいですよ。さっきさばいた海底に潜む未知の生物や海底に沈む都市廃墟などたくさん出てくるんですよ。もうワクワクしますよね。世界が海に沈んでしまって、その中で海の怪物との戦いや水中ステーションを建設したりするゲームとなっております。それでは実際にやっていきたいと思います。はい、こんな感じでまずは陸地とかも歩けるような RPG になってます。もう港町って感じなんですかね。ビルがあったりしますね。なんか沈んでるわ。で、こうやって海の中入って、で、水面とかはあると思うんですけど、今から見とってください。こうやって水面に潜ることができるんですよ。ほら、うわー、なんか海底都市が沈んでますね。なんかいますね。クジラがいたりだとか、下は砂地になってたりだとか、うわ、マジで海底都市や。お、なんか赤い魚もいっぱいいますね。なんか本当に海の中散歩してるみたいで楽しいな。で、こうやって石とかがあるじゃないですか。で、これを集めてビーッと取ります。で、採取しましたと。で、こういうのを取っていって武器とかを作っていくみたいですね。で、こんな感じの世界があって、でフィールドによって出てくるモンスターが変わってきます。ボスが出てきたりだとかするんですよね。で、酸素のゲージとかここにあるんですけど、酸素ゲージがなくなると溺れちゃうんで、出てあげて水面で酸素を吸ってもう一回潜っていくと。で、こうやってね、乗り物にも乗れるんですよ。カメとかね。で、カメがいいな。遊具場行けるんですかね。すげえリアルですね。がっつりのウミガメだ。今日僕もね、釣り行ってきたんですけど、ウミガメいました。びっくりした。で、こうやってウミガメに乗りながらこうやって釣りもできるんですよ。これいいっすよね。RPG も楽しめて、この釣りのゲームも楽しめると。で、これがね、餌です。餌で、こうやって釣れる魚が出てきますね。ミノカサゴとかサンマとか、ニシクロカジキとか、そういうものが釣れますよ。で、これもやっぱり場所によって釣れる魚とか変わってきます。シュッと釣れるか。お、もう来てんじゃないこれ。
でこのゲージを止めると、よし、はい、来た。もう一回、このね、オレンジ色の強いところで止めたい。よし、3連、4連、OK。お、カジキ釣れた。一番大当たりじゃない？で、このカジキとかもアイテムにできます。もう一回やります。シュッと投げて、次違うやつみたいな。はい、来た。よっしゃ。1、2、3。もう一回。4、OK。もう一回。よし、OK。おお、ミノカサゴ。現実世界にちゃんと存在するお魚の名前ですね。だからこの魚の勉強にもなる。で、ちょっと一回基地に戻ります。はい、基地に戻りました。で、この部屋はレベルによって改造できます。で、家具とかも変えたりすることができるみたいですね。こんな感じでドアとか変えたり、こう4階建てまでできたりします。で、この後モンスターと実際戦っていくんですけど、その映像をちょっと差し込んでみます。というわけでこんな感じでやってみました。僕も海と魚が大好きなんで楽しくプレイできました。で、今回動画投稿キャンペーンをやってるみたいで、6月25日までゲーム内ではお宝探しイベントを開催中。宝を見つけた瞬間や宝探しの過程、とにかく宝探しに関する動画を投稿すれば総額375万円の賞金を獲得できるかもしれませんよ。詳細は概要欄のページまで。ゲームで遊んでゲットしちゃいましょう。また事前登録100万人突破、すごい話題なんですよ。リリース記念として全員に1200アクアマリンその他豪華アイテムを配布中でございます。無料なんでね、皆さんもダウンロードしてみてくださいね。で、ダウンロードリンクも概要欄に貼ってありますんで、ぜひぜひそちらからダウンロードしてみてください。はい、というわけで今日はショーあれでした。バイバイ。